前回はちょっとお金稼ぎをしたり、盗まれた紀行本を取り返しに行ったら心霊現象に遭遇したり、他にも、いろいろありましたが、その間に放置していた殺人事件の捜査に向かいます。本日はシリアスに行きますよ。通報のあった現場は3件。最初がコレアヘイツの502号室。そこから少し時間を空けて301号室。直後に続けて401号室で殺人が行われたようです。これはおそらく、あれかと思われますが、まずは一番新しい現場、401号室から拝見します。リビングには暖炉、隣はおそらく寝室。小さなキッチンと、では、お隣はバスルームでしょうか。おや、殺害現場はこちらでしたか。間取りはコンパクトな 1LDK、キッチン以外のほとんどの部屋が窓に面しているようですね。大口径弾による銃創があります。では死因はライフルですか。死亡推定時刻は昨夜23時45分から25時までの間、ちょうど今から1時間ほど前ですね。さて、ご遺体がここにあるということは、おそらくこの辺りに、見つけましたよ。被害者に残された傷、そして窓に残った弾痕。これらの証拠が示すのは、犯人は建物の外からの狙撃によって被害者を殺害したということ。私、狙撃事件の捜査は初めてです。ワクワクしてきましたよ。さて、この街では時々住民が宙を歩いたり、壁をすり抜けたり、奇怪な現象が発生しますが、おそらく銃弾は曲がらないでしょう。という想定で捜査を進めていきますが、おや、ここに着弾したんですね。ということは、窓から入って、こうまっすぐ。ちょうど向かいのビルから撃つと、こんな感じになりそうですね。向かいのビルは、5階までしかありませんか。結構背が低いですね。ということは、もっと背の高い別の建物からの狙撃という可能性も。いいえ、車線上には背の高い建物はなさそうです。狙撃ポイントの目処はつきましたが、ここからどうしましょう。こういったケースでは何が手がかりになるのかまだわかりませんから、一通り調べてみましょう。大切なアンジェリカへ、いくら言っても足りないけど、大好きだよ。君のバイオレットより。花束とラブラブレターですか。仲睦まじい様子ですが、すぐ近くから浮気レターが発見される可能性もありますから、油断は禁物です。水曜日、フレンドリーの3ブロック先、痩せ型、背が低い、長髪、間違いなく同一人物。これは、もしや。火曜日、何もなし。月曜日、職場の2ブロック先、痩せ型、大人、もしや。被害者は身の回りで何度も不審な人物を目撃していたようです。今日が水曜日ですから。あれ？このメモ、なんだかおかしくありませんか？水曜日、火曜日、月曜日。これ、下から順に書いてます。変わった書き方をなさる。それはさておき、おそらくこの手記、犯人の情報ですよね。ここまで意味深な内容が、事件と無関係ということはおそらくない、とは思うのですが、ちょうど、あと2つの現場がございますので、そちらも調べていけば、おのずと明らかになるはずです。この番組は、スターチコーラ社の提供でお送りしております。2件目の殺害現場、301号室にお邪魔しております。リビングのど真ん中に堂々としたご遺体。死因はやはりライフルによる銃撃。死亡推定時刻は3件目の事件の日の昼。1日で2キルとは、なかなかアグレッシブな犯人です。さて、今度も窓ガラスに銃弾の貫通した跡があります。これ、位置的に上から撃たれたように見えませんか？被害者を貫通して壁のこの辺りに着弾していませんね。ありました。床の方ですか。401号室の痕跡がこんな感じで、301号室の痕跡がこんな感じだったので、つまり、犯人は少なくとも4階以上の場所から撃った、と考えられないでしょうか。どうなんでしょう。狙撃事件の捜査については勝手がわからないので、未だ妄想の域を出ませんが、面白いメールを見つけました。俺にはきっと熱心なファンがいるんだ。誰かはわかんねえけどよ。確かに遠くから俺のことを見てるんだ。赤毛ヘアの痩せ型体型。どうにか勇気を出して俺に話しかけようとしてるんじゃないか。ちょうどポーシャトゥルーラブの小説みたいにさ。今日はシリアス会だって言ったじゃないですか。突然の怪文書ですか。探偵は怪文書に潜む手がかりも見逃しません。熱心なファンとやらは赤毛で痩せ型。注目すべきはここでしょう。先ほど401号室でも不審人物の体型は痩せ型との情報がありましたので、少しずつ犯人のプロファイリングが進んでるんじゃないですか。他に何か情報は？おっと、被害者はどうやら独身で結構な資産家だったようです。別にそういうつもりはなかったのですが、せっかくですからいただいておきます。必要経費ということで。さて、だいぶ犯人の情報が集まってきました。おそらく犯人は今、あちらですよね。現場はもう一点ありますので、そちらも見ていきましょうか。
最初に通報された事件現場はこちら、502号室です。死因は他の2名と同様にライフルによる銃撃、窓に銃弾の貫通した後は、ないってどういうことですか？ここへ来て、やっぱり狙撃じゃありませんでした。なんていうのは、なしですよ。いや、窓の下の方が角で隠れています。もしかするとこの辺りの隙間から、ダメです。見つかりません。おそらく銃弾はこのキッチンカウンターを貫通して被害者に。いや、まあ普通に考えればそうはならないのですが、残念ながらそうとしか思えません。ジェーンさん、連絡ありがとうございます。申し訳ありませんが、監視カメラの映像は頼まれても誰にも渡せません。502号室の被害者さんも何者かにつきまとわれていると感じておられたそうです。俺は背が低いノンバイナリーがストーカーしてるのを見たことはないけどな。ほほう。被害者はアパートの管理人にストーカー被害を訴えて監視カメラ映像の提供を依頼していたようです。一通りは調べ終わったんじゃないでしょうか。それではここまでの情報を振り返ってみましょうか。現在、被害者は3名。被害者たちは全員、最近何者かにストーキングされていると感じておられたようです。ストーカーの外見的特徴として、体型は痩せ型、身長は低い、という記述が共通して見られます。このことから、被害者の自宅で見つかった記述は全て同一人物を指すものである、と仮定しますが、一部では、ノンバイナリー、長髪、赤毛、との証言も見られております。こうして見ると、一人だけラブコメ時空の人がいるのが大変気になりますね。それはさておき、被害者たちは全員、ライフルで射殺されており、窓に弾丸の貫通した跡が残されていたことから、室外からの狙撃による犯行であると断定できます。また、残されていた弾痕の位置から、狙撃は南側のビルの4階または5階から行われた、と考えられます。犯行時刻は夜間が2件、昼間が1点、このことから、夜間及びランチタイムに帰宅するオフィスワーカーであると考えられます。おそらく、次の犯行が行われるのは本日のランチタイム、現在は朝の5時です。それでは、答え合わせといきましょうか。シャドウズ・オブ・ダウトは、Steam で大好評発売中です。こちら、狙撃ポイントの候補地です。明かりは消えています。それでは早速お邪魔します。犯人は夜間、自宅にいることが分かっていますので、おそらく今はお休み中かと思いますが、念のためドアを開けておきましょう。寝室はこちらでしょうか？いました。就寝中です。お二人おられます。どちらか犯人の特徴と一致する方は、ノンバイナリー、背が低くて痩せ型、長髪、赤毛、こちらです。すべての条件にマッチする人を見つけました。お持ち物は、ナンマード、ライフル弾、さすがにライフルを抱えては寝ませんか？ハンディライトはつけても大丈夫だったはずですが、大丈夫そうですね。それでは、おはようございます。寝起きドッキリです。いいですよ。二度寝しましたね。パートナーもぐっすりお休みです。では、今のうちに犯人のお名前がわかるものと凶器を探してしまいましょう。立ち上がるのは権利、富は甘美なものであり、利益は飢餓のためにある。思想強めのチラシですね。これは同居人さんの身分証ですか？カメラのフィルムケース？写真がご趣味なのか、それともターゲットを撮影しておられたのか。悪党の一味、誰一人潔白な奴はいない。ゴミ、全員ゴミ。考えさせる何かを与える。おう、しっかり決まっておられますね。ところで、凶器がないんですけど、犯人のお名前を割る方法は他にもありますが、凶器は実物がないと。同居人さんが起きてきました。凶器の捜索は一時中断します。鍵は入手しましたので、ドアはいつでも開けられるんですけど。リビングにおられますよね。近隣で聞き込みでもして時間を潰しますか？おはようございます。探偵です。事件の捜査中なのですが、この人についてご存知のことはありますか？知ってるよ。ズオン・ボンさんだろ。ある種の苦悩を抱えているが、何かはわからない。ありがとうございます。これで、犯人のお名前は特定できました。犯人のご住所はここです。それはいいとして、そろそろ凶器探しを。まだいますね。仕方ない。久々に。ダクトを使いますか？というかあの人、目が覚めたらベッドの横でパートナーが手錠をかけられていたという状況だったと思うのですが、平然とテレビをご覧になっていて良いんでしょうか？501号室はここですから、ここから出ると、
バスルームですか。さて、ゾーンさんはどうなっていることやら。ここから出してくれたら何でも喋る。まだ拘束されてた。もしかして、手錠をかけられていても放置されるくらいにパートナーと不仲ですか。なんだかちょっと、かわいそうになってきましたね。あれズーンさん、あなたのパートナー、そのまま出かけちゃいましたよ。本当にかわいそう。凶器は一向に見つからないのですが、埋まっていない項目はもう一つあります。それは、犯人が現場にいた証拠、なのですが、事前に少し調べたところによると、どうやら狙撃タイプの事件では、被害者のご遺体がある場所と狙撃ポイントの両方が現場として扱われるようです。まあ、犯行が行われた場所という意味では確かに狙撃ポイントも現場と言えますが、今回、狙撃ポイントはおそらくここだとは思うのですが、もしかすると、狙撃は屋上から行われていてライフルもそこにあるのであれば、屋上で指紋を採取する必要がありますよね。正直、薬莢すらも見つけられていないので、かなり不安ではあります。とはいえ階段はこの階までしかありませんし、念のため、職場にもお邪魔してみますが、どうも探偵です。ズーンさん、今日は欠勤なさるみたいですよ。ライフル、ありませんね。まさかとは思いますが、ズーンさんは偶然犯人と特徴が一致して、偶然ライフルの弾だけをお持ちの人、なんてことはありませんよね。どうも、武器商人さん、合言葉は存じておりますよ。では、売上台帳の方拝見しますね。ズーンさん、弾と一緒にライフルも購入されています。これですよこれをお買い上げになったはずなんですよね。ダメです。どうしても見つかりません。もうこれで提出します。さあ、いかがでしょう？よかった。迷っていた現場については正解でした。しかし、凶器が見つけられなかったのは尻すぼみ感がありますね。途中までを格好よく捜査を進められたと思ったんですけどね。おや、お店を冷やかしても怒られなくなったみたいです。これはちょっと私もお偉いさんっぽくなってきたということなんじゃありませんか。そういえば、昨日、事件の通報があった直後に偶然見かけた怪しい人がいましたね。後藤桃香さん、完全に無関係でした。まあ、そんなこともありますが、誤認逮捕しなくてよかった。